皆さん、こんにちは。Speak Japanese Naturally のふみです。ここは立川です。立川は東京都のこの辺りにあります。都心も近くて、ショッピングセンターもあって、大きい公園もあって、家族で住むのに人気のエリアです。今日は立川駅から歩いて10分の昭和記念公園に行きます。アジサイがきれいに咲いていると聞いたので、アジサイを見ながら、漢字のアジサイ、ひらがなのアジサイ、カタカナのアジサイのそれぞれの持つイメージについて考えましょう。漢字を知らなくても使い分けの勉強になると思いますよ。あと、できる人はこの動画をシャドーイングしながら見てください。発音の勉強になると思います。今ここにいるので、この道のまっすぐ先が公園です。はい、公園に着きました。地図を見てみましょう。ここが無料エリアで、ここから先が有料エリアです。この先、地図には載っていませんが、すごく広いです。実は私の高校の時の友人があの建物で20年ほど前に結婚式を挙げました。でもどんな場所だったか忘れてしまっていたので、今日ここに来るのが楽しみでした。建物の上に木が生えているのが見えますか？あそこは屋上庭園になっています。屋上庭園というのは文字通り屋上に作られた庭のことです。エスカレーターで上がります。屋上じゃないみたいです。でも屋上ですね。見晴らしがとてもいいです。ここに温度が出ていました。動画では数字が映らなかったんですが、建物の温度が4度低くなっていました。上に緑があると建物全体が冷えるんですね。ただ重いので建物の壁は70センチもあるんだそうです。友人はこの奥の方で結婚式をしました。その後、建物の中で披露宴をしました。披露宴というのは式の後に飲んだり食べたりすることです。結婚式に行くというと、式が30分ぐらいあって、その後すぐ披露宴が2、3時間ある感じです。結婚式に呼ばれたらお金を持っていきます。そのお金のことをご祝儀と言います。ご祝儀は友人だったら3万円ぐらいです。1万円札を3枚入れます。
その1万円札は新札といって新しい折り目などのついていないお札を用意します。銀行とか郵便局で新札にしてほしいと言うとしてくれます。これは螺旋階段と言います。このスペースで披露宴がありました。その時はちゃんと披露宴会場らしくテーブルも椅子もあって美味しい料理も出ました。懐かしいです。反対側の入り口から中に入れました。いろいろイベントをやっていました。この奥のスペースが披露宴の会場だったんですが、そこもイベントをやっていたので入れませんでした。友人は高校の同級生です。私は高校2年の夏から高校3年の夏までアメリカに留学しました。私がアメリカに行くとき、その友人が本をくれました。さくらももこという漫画家のエッセイでした。私はアメリカでは日本語は使わないと決めていたので、日本語の本は持っていかないつもりでした。でも友人のくれたその本だけは持っていきました。スマホも Kindle もないインターネットもない時代です。本当にそれ一冊だけ持って行ったんです。持って行って本当に良かったです。アメリカでは特に最初は英語がわからなくてすごく辛かったんですが、その時にその本が救いになってくれました。その本はすごく面白くて笑えるものだったんです。さくらももこって漫画も面白いんですけど、エッセイも面白いんです。私は笑いながら泣きながら読みました。何度も何度も読みました。本当にありがたかったです。券売機で入場券を買います。ここから入ります。こんにちは。こんにちは。こちら赤いところにはい。印字面を伝えてください。はい、どうぞ。ここはすごく広いんです。たくさん歩くので、まずは腹ごしらえをします。腹ごしらえというのはご飯を食べて元気をつけることです。腹が減っては戦ができぬという表現があるんですが、これはお腹が空いていると何もできないという意味です。戦というのは戦争の昔の言い方です。戦というと武士、つまり侍の時代というイメージです。私が何を注文するか、値段はいくらか聞き取ってください。マルゲリータと、マルゲリータピザがはい、一つと、あと、カフェラテのアイスでお願いします。カフェラテのアイスがはい。ございます。お会計が1700円で、はい。マルゲリータピザとアイスカフェラテ、1700円でした。カフェラテがペットボトルっぽい味だったのが残念でした。さて、腹ごしらえが済んだので出発です。まずは噴水の前のアジサイフローティングを見に行きます。あの噴水のところです。ネットで見たらこんな感じでした。実際はどうでしょうか。
アジサイの模様の傘が並んでいます。かわいいですね。あそこの人が集まっているところがきっとそうですね。アジサイが浮いています。うさぎがカゴを持っています。思っていたより小さかったです。写真の撮り方が大事ですね。では、アジサイの綺麗だった場所を見ながら、アジサイの表記について考えてみましょう。アジサイには次の3つの書き方があります。それぞれのイメージの違いを考えてみましょう。一般的に漢字には硬いイメージがあり、ひらがなには柔らかいイメージがあります。動物や植物の名前は専門書ではカタカナで書くので、カタカナだと少し実用的なイメージがあります。詩とかだったら漢字のアジサイかひらがなのアジサイを使いたいです。カタカナでアジサイと書くと情緒が感じられない気がちょっとするからです。では、ブログや日記を書くときはどうでしょうか。実際に見てみましょう。アジサイがたくさん咲いていて綺麗でした。どれが読みやすいですか？ひらがなだとその後にひらがなが続いているので読みにくいです。漢字かカタカナだと読みやすいかなと思います。さて、次の3つはどれが読みやすいですか？昭和記念公園にアジサイを見に行きました。昭和記念公園は普通は漢字で書きます。子供向け以外はひらがなやカタカナで書くことはありません。アジサイが漢字だと漢字が多すぎてちょっと読みにくい感じがします。ひらがなだとにとおと混じるので、これも少しだけ読みにくいかもしれません。カタカナだとにとおとは混じらないで、カタカナの部分だけ見えますね。なので一番読みやすい気がします。なので私だったら日記とかブログならアジサイとカタカナで書きそうです。ただ、例えばブログを書く場合に何度もアジサイと書く必要があります。その場合、同じ記事の中では同じ表記を使った方が気持ちがいいです。つまり、ひらがなのアジサイ、カタカナのアジサイ、漢字のアジサイを同じ記事の中で混ぜないということです。そこさえ気をつければ、漢字が好きな人は漢字を使って、ひらがなが好きな人はひらがなを使って、カタカナが好きな人はカタカナを使えばいいと思います。ここはちょっとコスプレっぽい格好で撮影に来ている人も結構いました。今、日本は梅雨です。梅雨は雨がたくさん降ります。梅雨のピッチアクセントに気をつけてください。梅雨というと、うどんやそばのつゆになって、こういうものを想像してしまいます。ただ、梅雨とつゆ、橋と箸のように、
ピッチアクセントが変わると意味が変わる言葉はあまり多くありません。例えば、アジサイはアジサイと言っても、アジサイと言っても同じアジサイを意味します。ただ、ピッチアクセントが違うと違和感があります。もし自然な日本語を目指すならば、シャドーイングするときも音の高さも真似するようにしてください。自然な日本語には発音だけでなくて音の高さや吐くの感覚も関係します。その知識を持っていることは聞き取れたり話せたりする最初のステップになると思います。そのステップを踏み出したい人にサブスクコースを用意しています。発音、リズム、ピッチアクセント、イントネーションをしっかり勉強できます。興味がある人は speakjapanesenaturally.com と検索してください。概要欄にリンクを貼っておきます。実は昭和記念公園には日本庭園もありました。でもあまりに広すぎて日本庭園に行くまでに疲れてしまって帰ってきました。皆さんが行くときにはぜひ晴れている日に行くことをお勧めします。晴れていれば疲れたら座れるからです。雨だったので座れなくて大変でした。帰りにあれと思う看板がありました。高島屋というのはデパートです。そんな高島屋の上に畑と思って行ってみました。エレベーターで10階に行きます。子供の遊ぶ場所があって、こっちが畑ですね。畑といってもコンテナでの栽培ですね。ここは入会金が11,000円、コンテナを2つ借りて月9,900円だそうです。農具や種、苗、肥料も料金に含まれるそうです。つまり手ぶらで行けます。手ぶらというのは何も持っていかないということです。9,900円は高いですか？安いですか？ぜひコメントで教えてください。皆さんのコメント全部読んでいます。励みになっています。今日紹介したいコメントはこれです。It took me a while and had to use a dictionary, but here is a haiku I wrote thinking about how it has felt with you as my sensei on my Japanese learning journey. 感謝の葉、学びの庭に咲く花よ。It's a bit poetic and cheesy, but was hard to find words that fit with the 575 pattern. The video is about Japanese mora, and we learned that the 575 rhythm is comfortable for Japanese people. So he wrote this 575 poem. Thank you, Deido-san. It's so beautiful. I don't want it to be lost, so I added it here. One thing to note is that this is not a haiku. A Japanese haiku has to have a seasonal word within the 575 format. In this case, if you use a specific flower name that indicates the season, then it'll be a haiku. But that's a small detail. I'm so glad that you wrote this. Thank you so much. And for those of you who don't know what mora is, mora shapes the rhythm of Japanese. The equivalent concept in English is syllables, but of course, mora is different from syllables.
You can learn more about it with the most famous Japanese haiku in my course. The link is in the description. ニュースレターを始めました。日本語の勉強になるような内容をお送りします。それも概要欄にリンクを貼っておきます。ぜひ登録してみてください。インスタ、TikTok も更新しています。はい、では今日の動画はここまでです。この動画が良かったらぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、またね。